それでは第16回グローバルデジコンサロン IT デージャパン2021、深刻化する人類の危機を IT は救うことができるかを始めさせていただきます。はい、今年 COP26 が開催されて地球温暖化、この10年が勝負と叫ばれましたけれども、この10年間にですね、1.5 度ですか、ここに収めないとですね、もう完全に暴走してしまうと言われている状況です。それからもう一つはですね、専制的な国家、政権というものの動向がすごく目立つようになってきています。この IT デーですが、これは IT 革命記念日という意味なんですが、ダグラス・エンゲルバートという人が、今から53年前ですね、1968年の12月9日に、後にザ・マザー・オブ・デモ、すべてのデモの母ですね、あるいは一言でザ・デモと、これはIT 系のですね、デモのルーツであるという意味なんですけれども、始めました。でそれをですね、記念して、毎年12月にこの IT 革命の始まった日を記念して、皆さん議論しようということを、実は私、これまで4年間続けております。ちょっとそれを振り返りたいと思います。昨年はですね、IT でジャパン2020ということで、コロナ禍の今、民主主義の危機に対して IT は何ができるかと。その前の年ですね、2019年には IT 監視社会か IT 市民社会か、それが問題だということで、本当にですね、IT を使ったですね、監視社会、このですね、動きがすごく顕著にあると、それが現実になっているわけですけども、そしてその IT 市民社会を実現するにはどうしたらいいかというテーマでありました。で、一番最初にやったのはこの2018年なんですね。この時にですね、インターネット商用化25周年、デモ50周年を記念してですね、IT2550 シンポジウムというのを開催しました。この時はですね、リアルな会場ですね、慶応大学三田キャンパスでですね、やらせていただきました。これがその雰囲気ですね。このですね、G ラボというのは、日本で一番インターネット環境のいいところです。そこにですね、いろんな人にお集まりいただきまして、アラン・ケイですね、まさにパーソナルコンピューターの父、アラン・ケイに Zoom でですね、講演してもらうと。これをYouTube ライブでですね、日本はもとより全世界に配信すると。これは一昔前であればですね、本当に国際放送ですよね。テレビ局のネットワークではできなかったようなことをですね、やったと。12月9日 IT で、これは IT 革命記念日という意味なんですが、IT 革命の誕生を祝う日と。で、この日にですね、本当に IT が誕生したかどうか、これはいろいろ議論があるところです。いろんな意見があります。ただ、この日がですね、いろんな意味で非常に分かりやすい出発点というのは間違いないので、この日にですね、IT 革命の誕生を祝う日とするには問題ないだろうということをやっています。12月25日、クリスマスですよね。でこれ多くの人がですね、これキリストの誕生日と勘違いしていると思うんですが、これ間違いなんですね。そうではないんですね。この日はですね、キリストの誕生を祝うという形で定められたわけなんですけども、そもそもキリストがいつ生まれたかって誰もわからないんですね。12月9日ですね。これを IT デーとして IT 革命、これ我々のですね、生活を今一番劇的に変えているテクノロジーなわけですね。で、これによって社会がどんどん変わっていくわけですけども、それについて、その過去、現在、未来について考えようと。ちょうど年末ということもありますのでね、今年1年、どんな1年だったという活動をやってきたわけなんですね。We're going to try our best to show you rather than tell you about this program. So I'd like to set up a file. So I tell the machine, all right, output to a file. And it says, oh, I need a name. I'll give it a name. I'll say it's sample file. And I'll say, please output it. It says it did. And then it comes back automatically with an origin statement or header telling me the name of the file and the date and the time and who established it. And thereafter, I can always do something. I can ask for the status of a file. はい。これがね、一番有名なので、マウスをね、発表した日って言われてるんですけども、実はダグラス・エンゲルバート自身はそのことに対して非常に不満を持っていまして、私は90分デモをしたのだと。マウスはその一部に過ぎないと。で何をデモしたかと言いますと、この NLS という、これオンラインシステムの略ですね。でこれをですね、実際そのハードウェアとソフトウェア、OS の上にですね、ソフトウェアを載せると、これを実際に初めてやったデモなわけですね。
今日のコンピューターアーキテクチャの基本をやったと。そこではワードプロセッサーはどうあるべき、ファイルネームはどうあるべき、ハイパーテキストリンクも紹介してるんですね。でこういったいろいろなですね、今日のコンピューターシステムの、ネットワークの上のですね、コンピューターシステムの大元をデモしたと。素晴らしいデモだったわけですね。で、じゃあこれがきっかけとなってどうなったかと言いますと、まずはそのパーソナルコンピューターのルーツになったと。もう一つはインターネットですね。この2つですね、大きな源になっているわけです。まずパーソナルコンピューターについてですけれども、デモをやった会場にアラン・ケイがいました。彼がですね、ゼロックスのパロアルト研究所に行きまして、ダイナブックコンセプトと、ダイナミックの本のような未来のパーソナルコンピューターというのを作ったわけですね。でそれが1980年、アップルが、スティーブ・ジョブズがマッキントッシュを作り、で、95年にですね、ビル・ゲイツはそれを真似て Windows 95を作るわけですね。で、これは表面的に真似たので、本質を分かってなかったんで、iPhone、iPad のようなものをですね、マイクロソフトは作らないんですけれども、見てください。最初のですね、ダイナミックコンセプトのこれイラスト、これアラン・ケイ自身が描いたものなんですけども、初めからタブレット型をしてますよね。未来のパーソナルコンピューターっていうのはデスクトップじゃなかったわけです。そうではなくて、もうタブレットのようなサイズですね、ワイヤレスネットワークでつながっているというものを彼は言ってたわけですね。でそれをきちんと分かっていたジョブズは iPhone、iPad を作っていくことができたと。で、これが一つの流れ。でもう一つはですね、インターネットですね。この翌年、1969年に ARPANET というインターネットの元になるですね、ネットワークができるんですが、この最初のインターネットの受信をしたのがエンゲルバートの研究室だったんですね。それくらい関わっていたわけです。でそこから1983年の TCP/IP ですよね。この仕組みがあって初めてパケットで全世界の人が同時にコミュニケーションできると。そして、1990年ワールドワイドウェブですね、ティンバーナ3。そして、1993年に、マーク・アンドリーセン、学生だったんですよね、当時ね。NSCSA、モザイクと。このモザイクというのがですね、テキストとグラフィックを同時に扱えるということで、ここで商用インターネットが本格化すると。で、翌年以降ですね、いろんなそのサービスが誕生したと。この両方ですね、源流だということなんですね。で重要な点はですね、彼はリサーチセンター for Augmenting Human Intellect と。これは人間の知性を増幅させるための研究の革新というテーマで、このデモをやったわけです。つまりですね、Augmenting Human Intellect and Collaborate to Solve the Serious Problems。我々人類が抱えるですね、深刻な課題を解決するには、人々の知性を高め、その知性を高めた人々が協力して、人類が直面する深刻な問題を解決するためには、それが絶対必要であると。これでこのデモをやったわけです。じゃあ今のインターネット、人々の知性を高めているでしょうかと。高めるどころか低めてますよね。非常にそのフェイクやフェイトっていうのが蔓延する状況を作っている。したがって、知性を高めてもないですし、それによって人々が協力するどころか、いがみ合ってる、対立すると。したがってですね、このザ・デモを起点に IT 革命を考えるということは、今のテクノロジーが本当にこのダグラス・エンゲルバートが言ったようにですね、知性を高めているかどうか、でそして協力するようになっているかって試金石見ると、まだまだってことが分かるわけです。ということで、このザ・デモを起点にですね、IT デーという形で毎年現在のですね、テクノロジーをどうだろうかと、状況をどうだろうかと考えるという意味があるという意味なんですね。Hi, I'm Christina Engelbart, one of Doug Engelbart's daughters, and also executive director of the Doug Engelbart Institute. And we were just discussing the beginnings of his work, the origins, where he had the idea at the very beginning to make, how can we make society more capable to solve problems and make a better world, and make a better business, make a better schools, just make a better world, and what will make us more capable. And he had the idea IT, which didn't exist. He started IT, something like that could help this. That he was interested in the whole capability, the tools, and what do we have to think about? How do we need to organize ourselves? How do we need to work together with the tools and co-evolve so that we get the best tools and the best way to do this?
And that's what his lab did. They worked on both sides, the human side and the tool side together to get the best practices. How do we work together? And then how will we deploy that capability? So it's all about capability. But he also came up with a strategy besides co-evolve. How can we speed that up? How can we scale it faster? Because it's very important capability. It's probably the most important capability on the planet to be more capable to solve the big problems and the little problems, to make a happier life for everyone. はい、でこの時ですね、マウスをね、発明したということで、マウスの記念日というのに出た形で、こんな、映像も撮らせていただきました。はい、でこれがですね、2018年にアメリカのダグ・エンゲルバート協会が開催した The Demo at 50と、デモ50周年のイベントの告知のページですね。で、これは実際その風景なんですけれども、カリフォルニアのマウンテンビューにですね、The Computer History Museum というのがあります。そこ会場でですね、まさにそうそうたるインターネットの方が集まってやった中で、アラン・ケイがですね、これはロボットの画面出てますけども、でロンドンでここのシンポジウムに登壇した後に IT2550 のシンポジウムに登壇していただいたわけですね。はい、でこれはですね、実は今日の3時ぐらいに届いたんですね。クリス・エンゲルバートさんが IT デーを、オフィシャルにスポンサードしてくれるという申し出があったんですけども、実際に私はその自分のブログに書いたよという形で、これはクリスティアンさんのブログにですね、我々の記事が載ったものです。これがそれですね。こういう形でやったよという話をしてくれて、でその下にですね、これはクリスティアンさん自身が、デモアット50で話した映像を載ってます。Greetings, I'm Christina Engelbart, and I'd like to welcome all of you here. It's really wonderful to have you help us celebrate this very special anniversary date. Before we launch こんな感じで、やったわけなんですが、こういう形でですね、今回、その IT デーがダグ・エンゲルバート協会のオフィシャルスポンサーを受けたと。これ大変大きなことでして、この協会が呼ぶとですね、本当にビントンサーフとかティンバーナスイとか、そうそうたる人がですね、スピーチしてくれるわけです。そういった人たちの協力を得てですね、本当に素晴らしいコンテンツを作っていけるという出発点なんです、今日は。で何をしたいかというとですね、バーチャル IT ヒストリーミュージアムっていうのを作りたいと。ずっと思ってたんですね。バーチャル。仮想空間の中で IT のですね、歴史について学べる。で学べるというのはですね、実際にそこでセミナーがあったり、ハンズオンがあったり、ディスカッションがあったりということなんですけれども、そのアイデアの元になったのがですね、The Computer History Museum。これ私が2018年に行った時ですね。で、これ実はですね、マウンテンビューの Google 本社のすぐ裏にあるんですね。どういうことかというと、Google がね、メインスポンサーでやってるわけなんです。素晴らしい施設です。本当にですね、ここに行くと、いろんなですね、歴史的なストーリーがわかるんですけども、まずね、ここに行かなきゃいけない。行ってですね、その場で全部を理解するのはできないわけですね。で、これではですね、多くの人が IT について学んで、そしてそれを自分に生かしてですね、世の中を良くしていくことができないと。なんとかこれをバーチャルにできないかなと思ってたわけなんですね。実はこの時はキュレーターの人たちにも会いました。で、その時にですね、私がその IT の歴史をね、どうやって普通の人が分かりやすく学べるかという形で、もう本ではなくてですね、カードゲームで、トランプのようなカードゲームですね。で、学べるというものを作って持ってってですね、お見せしました。よくできてるじゃない言ってくれたんですけども、Hello, I'm Dag Spicer from the Computer History Museum in sunny California. We study computer history here because it's one of mankind's most important inventions, along with fire and the wheel. The computer has enabled humankind to reach for the stars, literally, and to think about new ways of actually becoming human. Our technologies are changing not only the way we see the world, but who we are as human beings ourselves. 実はこの時ですね、私は Google 本社も行きまして、イアン・グッドフェローという人、AI のですね、本当にノーベル賞級の発明をした人です。これは GANS と言いまして、敵対的生成ネットワークというんですが、
これがですね、AI 同士を戦わせるんですね。で、それによってすごいスピードでですね、AI が学習していくって、今のですね、AI の進化の元を作った人なんですけども、その人にお会いしました。もう忙しい中会ってくれてですね、はい、はいって言うだけだよって言われたんですけども、私たちの話に非常にですね、感心してくれて30分ぐらい話しました。それからこの時ですね、メッセージもいただいています。Hi, everyone. I'm Ian Goodfellow. I invented generative adversarial networks, and I study adversarial machine learning at Google. I want to welcome you to the IT 25 and 50 symposium, and I wish you the best of luck in all of your machine learning endeavors. はい、ということでですね、今回 IT デーがダグ・エンゲルバート協会のお墨付けたということで重要な点はですね、これをもとにですね、全世界の人に IT の歴史を学んでいただくと。でその元をですね、私はもうこういう形で2018年に作っておりました。これじゃあどうやってですね、バーチャルに実現するかということをこれから考えていくわけですね。私がですね、選んだ3つの新しいトレンドというのがあります。それ1つはですね、NFT です。これがいわゆる背景にイーサリアムという仮想通貨があり、その背景にブロックチェーンという、これがあることによってですね、非常に信頼性の高いですね、取引ができるようになる。それからメタバースですね。これはつい終わりましたけど、バーチャルマーケット2021という形でですね、渋谷とこれ秋葉原ですね、ここにもう世界が55万人が参加したそうです。で、ここのところでみんなが散策して、なおかつショッピングをしたりという形のも出来上がっています。それから3つ目はですね、TikTok 売れという言葉が今年入りました。今まではですね、インスタ映えって言いましたよね、映えるという形で、いいねっていう形なんですけども、TikTok は実際売れちゃうと。そこまで行くんですね。これは今までの SNS と違う一段上の SNS のものですが、AI がですね、その人が何を見たいかっていうのを判断して、どんどんそれを進めてくれるという形でバズるわけですね。ですから、ユーザーがですね、地球グミというのが、これが一番売れたということなんですけども、これドイツのですね、作ったグミなんですけどもね、地球を食べると。味も見た目面白いという形で、ユーザーがですね、何万人ってユーザーが全く無報酬でどんどんバズってくれると、売れちゃうという、こういうテクノロジーが出てきてるですね、Facebook がメタという名前に変えました。それからジャック・ドーシーですね、Twitter やめてですね、スクエアというブロックという名前に変わったのかな。これはもう仮想通貨に行くぞという形で、既存のですね、代表的な Facebook、Twitter から、TikTok、それからメタバース、そしてその、最近ブロックチェーンと、こういう流れがあるわけですね。でここにですね、当然バーチャル、IT ミュージアムというのはやっていくつもりですので、最先端の技術を使ってですね、非常にワクワクする、楽しく学べる、みんながですね、IT を知ってコラボレーションできるようなものを作っていければなと考えておりますということですね。